できる限り早く内臓脂肪や皮下脂肪を減らしたいですか？イタリアで行われた2017年の新しい研究によってダイエットに効果的な運動は今回行うような多くの関節を一緒に動かす軽めの筋トレだと分かってます。今回はトレーニングの後に一緒に行うともっと早く脂肪を減らす方法もご紹介します。始めましょう。今回はダイエット効果をよりアップするためにガーミンのスマートウォッチメニュー2プラスでカロリー計測をしながら行っていきます。足幅を大きく開いていきましょう。息を吸いながら片足を曲げてお尻や裏ももをしっかりと使って息を吐き出しながら体を中央に戻していきます。吸いながら内ももをしっかりと伸ばしてお尻を落として息を吐き出しながら中央に戻っていきましょう。左右交互に行います。ワイドスクワットの姿勢になりましょう。足とつま先を45度外側に向けて肩幅より広く開いていきます。吸いながら両膝を曲げて左右交互にかかとを上げて息を吐き出しながら戻っていきましょう。吸いながら両膝を曲げて内ももをしっかりと伸ばして左右交互にかかとを上げて吐き出しながら戻っていきましょう。股関節周りをストレッチもしながら負荷を少しかけていきます。お尻や裏も意識をしながら動いてみてください。スクワットをしながら二の腕を引き締めていきましょう。基礎代謝をどんどんと上げていきます。つま先と膝は30度外に向けて同じ方向に揃えておきましょう。息を吸いながら両膝を曲げて息を吐き出しながら二の腕を伸ばしながら戻っていきます。吸いながら両膝を曲げてお尻と裏ももをしっかりとストレッチ。息を吐き出しながら二の腕を伸ばしながら戻っていきましょう。背中をまっすぐに保って体幹の力でキープをしながら行っていきます。カウトシーランジを行っていきましょう。片足を後ろ斜めに引いていきます。息を吸いながら両膝を曲げて息を吐き出しながら二の腕を伸ばしながら戻っていきましょう。吸う息でお尻と裏もも、そして横の筋肉も使いながらお尻を下ろして息を吐き出しながら二の腕を伸ばしながら戻っていきましょう。丸いお尻を作るのに役立ちます。背中が丸くならないように背中をまっすぐに保ちながら行っていきましょう。前の足を入れ替えます。逆足を後ろ斜めに引きましょう。吸いながら両膝を曲げてお尻と裏ももをしっかりと伸ばして息を吐き出しながら二の腕を伸ばしながら戻っていきましょう。吸いながら両膝を曲げて背中をまっすぐのまま息を吐き出しながら二の腕を伸ばして戻っていきます。コアの筋肉の力を使ってバランスを取りながら行っていきましょう。スクワットをしながらニートウェルブを行っていきます。
膝とつま先は30度外に向けておきます。頭の後ろで手を組みます。吸いながら両膝を曲げて、息を吐き出しながら肘と膝を近づけてウエストをキュッと引き締めていきます。吸う息で両膝を曲げて、息を吐き出しながら逆足の膝と肘を近づけてウエストを引き締めていきましょう。背任を行っていきます。手を W にしていただいて肩甲骨も動かしていきましょう。どんどんと代謝を良くしていきます。吸いながら片膝を上げて肩甲骨をキュッと寄せて、吐く息で戻っていきます。次の吸う息で今度は逆足の膝を上げて肩甲骨も寄せて、吐く息で戻っていきましょう。左右交互に行います。You keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate. We're not aligned. 体幹のバランスを取りながらお尻や裏ももを動かしていきましょう。足を腰幅にしておきます。手は体側に置きます。吸いながら片足のお尻と裏ももを伸ばしながら後ろに足を持ち上げて、息を吐き出しながら元の姿勢に戻っていきます。息を吸いながら両手を横に広げながら片足を上げて肩甲骨に少し寄せて、吐く息で戻っていきます。コアの筋肉でバランスを取りながら行っていきます。I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can't use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done. 体幹にバランスを取りながらサイドステップをしていきましょう。手を腰に置きます。呼吸を止めないように腰の高さをキープしながらサイドステップ。今度は中央に戻っていきます。呼吸を止めないように今度は逆側にサイドステップ。中央に戻っていきましょう。繰り返していきます。背中が丸くならないように気をつけてください。再びワイドスクワットの姿勢になりましょう。膝とつま先を45度外に向けます。足幅を大きく開きます。吸いながら両膝を曲げて、手で床にタッチ。そのまま今度は手で逆側にタッチ。息を吐き出しながら戻っていきます。吸いながら両膝を曲げて、手で床にタッチ。今度は逆側にタッチ。息を吐き出しながら戻っていきましょう。滑らかに動きながらウエストもキュッと引き締めていきましょう。内ももを伸ばしながらお尻裏ももを刺激して代謝をどんどんと上げていきます。再びサイドランジ、そしてプルダウンを両方一緒に行っていきます。息を吸いながら片足を曲げて、息を吐き出しながら中央に戻っていきます。息を吸いながら両手を上げて片足を曲げて、息を吐き出しながら両肘を下げながら中央に戻っていきましょう。肩甲骨も下向いてよく動かします。
クワットをしながらウエストもキュッと引き締めていきましょう。クワットツイストを行います。頭の後ろに手を組みます。つま先で膝は30度外に向けておきましょう。吸いながら両膝を曲げて、息を吐き出しながら上半身をツイストします。吸いながら両膝を曲げて、息を吐き出しながら今度は逆側にツイストしていきましょう。最後は使ったお尻や裏もも少しストレッチしていきます。呼吸を止めないように深呼吸をしながら気持ちよくお尻の筋肉を伸ばしていきましょう。椅子がある方は座って行っていただいても大丈夫です。ご自身が痛気持ちいいなと思うところで伸ばしてみてください。難しい方は仰向けになって行っていただいても大丈夫です。逆足もストレッチしていきましょう。膝の上に足首を乗せて、息を吸い出しながら気持ちよく伸ばしていきます。痛気持ちいいなと思うところで深呼吸を深めてください。OK、お疲れ様でした。最後に運動と一緒に行うともっと早く脂肪を減らす方法もご紹介します。それは運動と食事の記録を取ることです。太ってしまうのは消費カロリーよりも摂取カロリーが多すぎることが原因です。私がこれまでダイエットのいろんな方のねカウンセリングもしてきた中で、お客様の中にはあんまり食べてないのに体質的にめちゃくちゃ太るんですよっていう方も結構いました。ただね、そういった方にも全員食事と運動の記録を取っていただくんですが、 100% 意識してない食べ物とか飲み物がありました。人は客観的に記録を取らない限り、食事に関しては食べたことを過小にね評価してしまう傾向があって、運動に対しては行ったことを過大に評価してしまうっていう傾向があるんです。そこで私自身もそういった傾向があるんで、日々のね健康管理とかこういう体重管理とか、そういうのにめちゃくちゃ活用してるのがこのガーミンのスマートウォッチです。スマホで見るとこんな風に全ての運動の行った時間とか消費したカロリーとかが分かります。それとこのガーミンのアプリと連携している食事管理のアプリもあって、栄養バランスとか摂取カロリーとか全て管理できるようになってます。このベネツプラスで運動した記録が同期されると、食事管理のアプリにも自動で同期されて、あと1日でどれぐらいのカロリーやったら摂取できるのか、どの栄養素だったら食べても大丈夫なのか、そういったねことが具体的に分かります。すると例えばその日1日食べ過ぎたとしても、すぐにね自分がうわ食べ過ぎた、これぐらいオーバーしてるって具体的に分かりますし、やっぱね数字で分かる分早めに調整しようっていう行動にもなるんですね。これまでは私自身は食べ物見たら大体これどれぐらいのカロリーやなとか、どれぐらいの栄養素のバランスやなっていうのは分かるんで、大体頭で計算してました。ただそうは言ってもやっぱねちょっと食べ過ぎたら自分自身ねどっかちょっと分かってるんで、ちょっとね体重計乗るのやめてみたりとかしてするとね、やっぱもう脂肪も体重も増えてました。ダイエットの成功のポイントは基本的に消費カロリーと摂取カロリーがどれぐらいあるかっていうのを把握するっていうのがすごい大事なので、いつもより運動かなりね頑張ったから、具体的にこれぐらいやったらご褒美にちょっと食べても全然大丈夫やなとか、運動した人はね
睡眠の質が運動しないと大変やなとか、そういうのもね全部見れるから、するとやっぱ運動も継続しやすくなります。ですのでできたらやっぱ食事と運動は両方とも記録するっていうことをお勧めします。もちろんこういう手書きでね記録するのも有効です。ただ食事と運動の記録以外でもスマートウォッチとかを活用すると睡眠の質を分かったりとか、ストレスのスコアとか計測してくれたりとか、血中の酸素濃度とかも計測してくれたりとか、そういった健康上のいろんなバランスを同時に管理することもできるんで、中長期的に自分自身の体の健康とか美容面とか総合的に考えるとガーミンのスマートウォッチベニュー2プラス、こちらは本当におすすめです。詳細は割引クーポンとともに概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。製品の詳しい内容を知りたい方は別の動画で詳しくね機能を説明している動画もありますので、そちらもぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回の動画いいねと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。See you in my next video. Bye.